こんにちは。やいりギター YouTube チャンネルです。今日はですね、以前からコメント等でもご要望がありました、やいりギターの管理の仕方と、あとメンテナンスについて、お話ししていきたいと思うんですが、今回は、動画では初出演になりますけれども、やいりギターでリペアを担当しています松尾さんに来ていただきました。はい、こんにちは。やりたくねえ。こういうのって得意な人とね。はい、そうね。松尾さん得意じゃないですか。いや、俺そういうわけじゃないのよ。まあ、答えられるところは、はい、そうですね。なんで、今日は松尾さんにちょっと質問形式でいろいろとやっぱり普段お客さんがやいりギターを使ってて気になるであろうこととかを僕が質問していくんで、それを松尾さんに答えてもらおうかなと、そういう企画になってます。はい、答えが違うかもね。まあそこは頑張って合わせていきましょう。はい、というわけで、今回は、多分動画は2回に分けて、今日の動画は、主に管理の仕方について、ご紹介して、で次回の動画でちょっと簡単なメンテナンスの方法だったりとか、そういうのをご紹介できればなと思っておりますので、今日もどうぞ最後までよろしくお願いします。はい、ということで早速じゃあ始めていきたいと思うんですけど、松尾さんも普段からその電話とかでお客さんから質問されることとか結構あると思うんですけども、専門になっちゃう。お医者さん的な感じですからね、やいりギターの。そうですよね。そういうこと？やっぱリペアなんで、不具合が出たら松尾さんのところに毎日何本も届きますよね、リペアのギターの。で、お預かりしてお返しするっていう感じで、預かりで修理するのがメインなんですけど、今回はなるべくそのお客さんが普段からちょっとお家とかでギターを扱っていく上で気をつけたりとか、管理の仕方でこういう方法があるよっていうのを、いろいろ聞いていきたいと思うんですけど、クリニック的なところね。そうですね、はい。ほい。いいですかね。じゃあまず早速一つ目、弦についてちょっとお伺いしたいと思います。多い質問だね。まずやいりギターの標準で出荷している弦。うちはアメリカのダダリオっていうね、メーカーと契約してて、それまでにいろんな弦を試してみて、やっぱりうちやいりギターに一番合ってるかなっていう、そういう判断をして、ダダリオと契約をして、ライトゲージっていう形でね、調整を、ずっと、最近はずっとダダリオ統一してますね。割とそのダダリオの今使ってる弦って弦の中ではちょっと高級な方に入るじゃないですか。高級だけども一般的。はい、ただ中にはやっぱり安い1000円切るような弦もあったりとか、弦の値段ってすごい同じなのに幅広くあるんですけど、高級って言ってもそのなんていうの、音質とか、そういったものじゃなくて値段的なところでね、出荷してる時には EXP っていうコーティングされた弦が、セレクトされてるんだけども、それはメリットとして、楽器屋さんでしばらく展示される、そういう時に弦の耐久性、劣化を防ぐっていうね、それでコーティングされてて、弦が劣化しにくいということで、それが高級。じゃああれですかね、そのお客さんの方で弦交換する時は同じ弦を使ってもらうっていうのがよく聞かれるのはね、やっぱり弦を交換した時に最初についてた弦がなかなかよくって、最初の弦は何ですかっていうのは聞かれる。でやっぱり評価が高いというかね、定着してるというかね、そういう弦になるなっていう、そういう評価なんだけども、弦にも2種類あって、うちのダダリオでもそのコーティングされてる弦とコーティングしてない弦とっていう形で使い分けてますけどね、とりあえず出荷したする時には長持ちするようにということで、コーティング弦 EXP の16っていうね、そういうものを。基本はライトゲージですよね。そうね。やっぱりナットの溝の幅とかそういうのもライトゲージに合わせて切ってあるんで、それより太い弦を張ってしまったりとかすると担いでやったりするから、そういうところはまたご相談していただいて、こちらで調整して、張り替えた時にね、不具合とかちょっと違和感があるとか、
まあ、そういうことを感じると思うから、まあ、そういう時にはその原因に応じてナットの溝とかまたね調整する。ちなみにこれ松尾さんの個人的な考え方でいいと思うんですけど、その弦を張り替えるタイミングって大体目安どれぐらいだと思います？これは本当にいろんな人から聞かれる質問だけども、まあ、僕は個人的にはやっぱり音質的に好みの音じゃなくなった時、錆びたらとかじゃなくて、まあもちろんその劣化弦のその見栄えもあるけれども、まあ、とにかく音がこもってきたなとか、湿気っぽいなとかみたいな、そういうちょっと湿ってるなみたいなね、まあ、汗でよく湿っちゃうので、それでね弦ちょっと艶がなくなるとかね、そういう自分の、まあ、そのどのくらい経ったからじゃなくて、まあ、どのくらい使ったからっていう感じになる。そうですね。だから本当に1週間でそういう感じになる時もあるし、まあ、2ヶ月3ヶ月使わなくても保つ場合もあるし、ちなみに僕はコーティングされてない弦を使うのが好きなんだけど、まあ、音もやっぱり違いますもんね。そう、やっぱりコーティングされてないノーマルの弦だと、最初の1時間2時間非常に花のあるきらびやかな音がする、キラキラっとした音が混じってきて、その音好きなの、だからその音が、まあ、ノンコーティングがあるんで、また音のこの変化っていうのもちょっと楽しめるっていうことがあって、EJ の16っていうノンコーティングが好きなんだけども、これは好み、僕もコーティングしてない弦の方が好きなんですけど、手汗がひどいんですよ、めちゃめちゃ。でそのコーティングしてない弦使うと1日持たずして弦がダメになっちゃうんですよ。で多分そういう風に弦のその消耗具合ってすごい個人差はきっとあると思うんですけど、だからその劣化をすごく気にして、もうこんなにしょぼくなっちゃったみたいな感じだったら、もう最初からコーティングされてる弦っていうのをセレクトする。まあ、それは本当にその人その人に違うから、そうですね、質問に答えにくいっていうのもあるな。難しいところではありますよね。ただやっぱりメーカーによって随分音質は違うから。違いますね。だからそこをいろいろお客さんの方で試してみてもらっても、そうね、まあ、その時の注意事項じゃないですけど、大体メーカーから出してる弦っていうのは、まあ、メーカーがこう進めてる、そういう自信を持って出してる弦だから、ある程度選ぶその選択肢になると思うけども、やっぱりとにかく安いっていう、そのワンコインでお釣りがでワンセットがでね、そのワゴンセールみたいなそういうの良くないのが多くて、まあ、そういうのに張り替えたらもう最初から音がおかしいとかね、チューニングが合わないとかね。のことは言わないですけど、僕一回安いやつ買って開けたら最初から錆びてるやつとかありましたよ。保管状態とかね、もう何年も経ってるものをずっと出していくとか、あと巻き方がやっぱり良くなくて、こう振動がこうね不規則な振動に最初からなってると、なんかやっぱりギターが悪いのか弦が悪いのかみたいなことで、弦を張り替えると元に戻ったとかいうことで、やっぱり聞いてみると本当にこんな安くていいのかっていうような弦を張ってトラブルに巻き込まれるっていうね。だからあんまり安い弦っていうのは良くない。良くない。あとそういえばたまにバラ売りしてるやつあるじゃないですか、弦って1弦だけとか。あれもでも本当はやっぱり1本だけ変えるのって良くないですよね。音質変わるから、やっぱ変えるときはもう全部を張り替えてしまう。まあでもね、コスト的なところがあって、いろいろありますよね。とりあえず応急処置としてはいいけれども、まあ理想としては全部変えた方がね、違和感なく、ケースバイケースだね、これも。まあじゃあ弦に関しては、まあ、一応ヤイリギター出荷時は EX16 ダダリオの弦を貼って出していますけども、まあやっぱりいろいろ相性とかもあるから、その辺はお客さんにいろいろ試してもらって。そうやね。まあ、うちの場合はやっぱりプロのアーティストに随分協力してもらってるんで、やっぱりスタジオミュージシャンとかそういう人たちからアンケートを取って、やっぱり一番よく使われてるっていうか、ヤイリギターにはこの弦が合うよみたいな感じで、やっぱりそういう弦の選び方、だけどまあやっぱり好みがあるんで、そうですね、これはもう探すのも楽しみ。そうですね、そこも楽しんでもらいたいですね、お客さんに。それでいいと思います。その通り。はい、じゃあ続いては、普段の管理についてちょっと聞きたいなと思うんですけど、まず、よくある質問で、ヤイリギターの
まあギターですね。エアリーギターは弾き終わった後に弦を緩めるべきか緩めないべきか、これ結構一応取説には大丈夫です、まあ緩めなくても大丈夫ですよ、うちのギターのネックは頑丈ですよってね、まあ、そういう売りなんだけども、やっぱり昔と比べるとね、随分やっぱり削り込んでるし、まあ、極端に言うとエレキから持ち替えても違和感のないようにみたいな、まあ、そういうネックになってきてるんで、日本人の手に合わせてっていうのもありますよね。だから本当に30年40年前のギターに比べると、まあ、ネックがデリケートになってるなっていう印象はある、だから70年代のギターとかを受け取った時にこんなに太かったかみたいな感じで、逆に今は違和感があるけども、やっぱりそういうネックっていうのは全然狂ってない、昔のやつはそうだからやっぱりネックっていうのは基本丈夫な方がいいなと、だけどやっぱり今でもしっかりそういったところは考慮されてるから、まあ緩めてもっていうかね、緩めたり張ったりしてネックが動くのも問題だ、だからまあそういったところはもうメーカーとしてしっかりとね、管理してるっていう、まあそういう大事なポイントなんだけども、僕がお客さんによく説明するときは、長時間というか長期にわたって弾かない場合はある程度ちょっと緩めておいた方がいいですよって。で、毎日頻繁に弾くのであればそんなに気にして緩める必要はないですよって言ってるんですけど、張ったり緩めたりというのを繰り返すと弦がね、頻繁にあんまり緩めたり張ったりも良くないです、弦が突然パチッとだから消耗するんだよね、弦がね。だから本当にもう緩めすぎちゃってパッと張ったりするとパチッと切れるっていうのはもうギターの宿命なんだけども、なんかあとネックとかボディのトップとかもそうですけど、あんまりにもこの行ったり来たりを頻繁に繰り返させない方がいいんじゃないかなっていう。緩め方にもよるよね、もう音が出ないぐらいまで緩めてしまう方がいいのか、それとも本当に一巻きとかね、どういうふうにしても僕はもうそれぐらいですね。だから本当一巻き二巻きぐらい軽くちょんちょんって緩めるんだったらそれぐらい。音程でいくと、まあ、1音半音1音とか、そうですね、それでいいと思うよね、あんまりなんか極端にやらない方がいいと思いますね。ただ運搬の時とか発送したりとか、まあ、エアリーギターにギターを振ってもらったりとかっていう時だけはしっかり緩めてもらった方がいいですよね。そうね、まあ、持ち運びする時にはちょっと重いエアリーを持って、まあそうやね、張りっぱなしで、使ってる人多い、まあそれで何ともないですよっていう、まあ、声を聞いて安心するんだけども、やはりギターに、まあ、重い槍を持たせるというか、まあ、ちょっとでも70キロ、ね、力が、まあそうですね、70キロの力っていうことは大人が一人ずっとぶら下がってるっていう、そういうイメージでいいと思うから、まあ、じゃあ子供ぐらいの体重にするかみたいなね、かかる負担をね、だからそれはちょっとした思いやりだと思うんですね。それだけでもだいぶ変わりますよね。だからあんまり過保護にはする必要はないと思うけども、ちょっと思いやりをギターに持ってあげて、ちょっと緩めてあげようかなみたいな、ちょっとネックに優しいかなみたいな、そうですね、まあ、それでいいと思うけどね。春は綺麗な桜が咲いて、夏は大きな海が広がって、秋はちょっぴりお腹が空いて、冬はなんだか恋しく